でしょう。誕生日だから誕生日おめでとう。すごい可愛いでしょ。なんかちょっとくすみからも可愛いコスメ。このリボンのくすみピンクの可愛い。もったいないですね。うわー綺麗。うわー綺麗。すごい綺麗。
改めてにはなるんだけど、私の初めての、著書「暮らしのときめきレシピ自分を大事にするための毎日のヒント」が、発売予約開始になりました。おめでとう。お誕生日もおめでとう。ありがとう。ようやくここまで来たっていう感じで、もう山あり谷あり、1年ぐらい1年以上、ちょっとかかったよね、構想からもう1回2点3点あってそうだ、ね、もう最初からやり直したりとかね、して、もう紆余曲折ありながらもようやくこの今ね現状ゲラっていってまだ途中のものにはなるんですけれども、初稿が上がってきてなんとかね、まだ終わってないけどまだ終わってないけど、でもすごいときめく一冊になる予感というか、もうほぼほぼ完成に近い形というか、そこからねあとは細かいところを詰めていったりするような段階まで来れました。お疲れ様ですじゃないか一旦お疲れ様ですっていうことで、もうね笑いもあり涙あり涙あったね涙大変だったよね。いやなんかねもう本はいつか作ってみたいっていう気持ちはあったんだけど、なんかどういう本にしたいかなっていうのをもう本当に作りながらずっと悩んでいて、でもちろん自分が書きたい本を書くんだけど、なんかみんなにももう喜んでもらえるようなものにしたいって、もうサプライズギフトになるようなときめく一冊にしたいって思ったら、もうなんか途中でわけわかんなくなっちゃってそうだねなんかもうちょっとやりすぎてこんがらがっちゃって、で一回もう詰めてそれを白紙にして、そっからまたリスタートしてみたいな、本当にもう紆余曲折ねあったねいや本当にね今回角川さんから出版されるんですけれども、編集の担当さんやライターさん、もう素晴らしい写真を撮ってくださったカメラマンさんにお料理の写真もすごいたくさんあるので、フードコーディネーターさんにもサポートいただいたりとか、本当に見えないところでたくさんの人のご協力があってこの本がようやく形になりました。で何より本当に普段からこう動画を見てくださってる皆様の応援がなかったらまずこういったオファーっていうのもなかったので、本当に改めてありがとうございます。ありがとうございます。改めてこの書籍を書こうというか作ろうって思ったことについて少しだけお話ししたいなっていうふうに思って、こういうふうにちょっとカメラを回しているんですけど、私もその動画でこう発信する中でこうなかなか動画だけだと伝えきれないこととか、私が大切にしてることってたくさんあるなっていうふうに思って、いつか本を書きたいっていうふうに思いつつも、なんかこう文章だけのなんかエッセイみたいなものでもないし、かといってこう写真だけっていう感じでもないし、なんかもう少しこうどっちもいいとこ取りしたような、ライフスタイルブックみたいなものがいいのかなっていう結論に至るまでもすごい時間かかったし、なんか動画を昔から見てくださってる方も初めて本を手に取ってくださった方もこう満足してもらえる内容にするにはって考えた時に、もう途方もなく考えることがたくさんあって、結局でも本当にその試行錯誤をもう挫折して、もう一回はちょっともう
出版やめようかとかまでなったりしたんだけど、それでもやっぱりなんとなく漠然と自分の中にある、こんな本作ったらきっとみんなすごい喜んでくれるだろうなっていう、なんかこう根拠のない自信みたいなものだけを頼りにようやくこう形にできたっていうところがあって、本当にね、皆さんがこういつも動画を見てくださってるその思いだけが、今回この本をこうほぼほぼね、もう今の状態だと完成に近いところまで連れてきてくれたなっていうふうに思っています。そうだね。だからなんかある意味その自分が書きたいことを書くだけの本っていうよりかは、本当に4年半ここまで活動してきて、なんだろうなんかやっぱり、動画楽しんでもらえてるかなとか、結構悩むこととかもあったんだけど、ありがとうございます。大丈夫だよ。そう悩むこともあったんだけど、なんかそれでもこう毎回コメントをこうくださったりとか、DM をしてくださったりとかするの全て読んで、なんか自分はどこに向かいたいのかなとか、なんかこう答えが分からなくなった時とかもあったけど、なんか不思議なことにそういうちょっとめげそうな時にふとしたタイミングで、なんか視聴者さんからなんかそうメッセージをねもらったりとかすると、なんかいいもの作りたいなっていう気持ちが湧いてくるんだよね。そうだよね。だからもともと私のその発信していることだったりとか、その大事にしていること、ものづくりとか、やっぱりどれもなんか妥協できない性格だから、結構その見ててちょっとこう窮屈そうとか大変そうっていう風に言われてしまうこともあるんだけど、ただやっぱりちっちゃい頃から振り返っても、なんかこう目に入るものとか自分が選ぶものとか、ごめんなさいなんかそういうものにちょっとこうなかなか妥協ができない性格で、だからこそこう選んだものっていうのはすごいかけがえのないぐらい大事なものになったりとかして、なんかそういうのをこう一言で、この気持ちを一言で言うんだったらなんだろうって考えた時に、私は結構そのときめきっていう言葉にすごく集約されているなっていうふうに思って、こうときめきのなんかアイディアみたいな感じとか、なんかちょっとこう自分の中でこうしっくりタイトルとかも来なくって、すごい悩んでた時になんかこう友達に相談したら、なんか習慣とかアイディアっていうよりも、なんかニコちゃんだったらなんかときめきレシピみたいなのがすごいしっくりくるんじゃないっていう風に言われて、確かにみたいな、なんかお料理を作るみたいにちょっとこうワクワクしながら、その自分がときめくっていうことを、暮らしとかそういうものをなんか作っていくっていうのもすごく言葉の響きとしていいなと思って、それでこのね、まだこの表紙はちょっとデザイン変わっちゃうかもしれないんだけど、この暮らしのときめきレシピっていうタイトルと表紙にしました。この色もちょっとね違うから、ぜひちょっと Amazon のページで表紙のデザインとかも、自分で考えたりとか、あとグラビア写真とかも今 Amazon のページに載ってるから、ぜひ厳選して本当悩んで選んだものなので、ちょっとね買う前にちょっとチェックしてもらえればって思うんですけど、本当にそのぐらいこうタイトルから内容からもう全てもう毎回行ったり来たり
しつつ心折れそうになってみんなに支えてもらって本当に出版できるっていうところまで来ました。私がその過去に自分のことを大事にできなくなったり自暴自棄になってしまったりとかした時期に、その昔の孤独だったというか、自分が本当になんで生きてるのかわからなくなっちゃった時というか、なんかそういう時の自分と同じような気持ちを抱えてる方になんかエールを送るような一冊にもなってるかなっていうふうに思うし、そこまでね重たい本では全然ないので、パラパラってもう写真も200枚以上、取り下ろしで入ってるので、なんか写真集を見るみたいにカジュアルに見て、ちょっとこうやる気が出ないなっていう時に、なんかこう毎日一つでもいいから本の中のアイデアをちょっと参考にして取り入れてもらったりとか、本当に人生ってすごく長いというかまだまだある中で、どうしてもずっと右肩上がりとかずっとやる気モチベーション高くいるなんて無理だから、どうしても落ち込んじゃう日とかもあるけど、自分がちょっと好きになれなくなっちゃった時とかにちょっと丁寧にしてみる、本当に今日できるみたいなアイデアを今回はまとめているので、どなたにでも参考になると思うし、暮らしを彩るような一冊になってるかなというふうに思います。手に取りやすい内容だから、お友達にプレゼントとかもきっといいと思うし、いろんな方に、書店でも Amazon でも一度は目を通してもらえると嬉しい。そうだね、本当にね、本当に一切の妥協なく作っているので、ぜひ一度目を通していただきたいっていうふうに思いますし、よろしければ予約の方をしていただけるともっともっと嬉しいです。今回 Amazon、限定で取り下ろしの写真のスマホの壁紙、もう5枚プレゼントさせていただいているのではい、ちょっとグラビアの写真とかももうすでに掲載されているので、そちらもちょっと楽しんでいただきながら、そのスマホの壁紙っていうのも楽しみにしていただけたらと思います。その本の予約特典とは別に、今回動画の方で作成させていただいた、コスモスのお花のスマホの壁紙の方は、私のインスタグラムの方でどなたでもダウンロードして使っていただけるようになっているので、ここまで連れてきてくださった皆様への感謝の気持ちを込めてプレゼントさせてもらえたらと思います。書籍はね、予約していただいたら11月の中旬頃にお手元に届くと思うので、ちょうどこう年末の12月のシーズンにかけてホリデーシーズンにゆっくりと読書を楽しんでいただきながら、お茶とケーキとゆったりしたおうち時間を過ごしてもらえるような、お供の一冊になっているかなと思うので、よろしければ予約の方をしてもらえるとすっごく嬉しいです。発売と、お誕生日を記念してプレゼントがあるんです。やった嬉しい。ありがとう。アガットだ、はい、嬉しい。ありがとう。気になってたやつ。なんだろう。でしょありがとう。こんなプレゼントもらえると思ってなかったからすごい嬉しい。おめでとうございます。後で開けます。はい。じゃあね、もう一個だけプレゼントがあります。何？お手紙です。ありがとう。ニコちゃんお誕生日おめでとう。今年も変わらずお祝いできて嬉しいです。この1年東京や大阪でのポップアップ、あと新しい企画に挑戦したり、こうして初めての書籍にチャレンジできたりと、たくさんの目標を形にできた一方で、なかなか自分にもわからないような苦労や想像以上に大変なことが多い1年だったんじゃないかなと思います。あったかいコメントや
何気ない言葉に心がギュッと痛む日もきっとあって、ただ一番近くで見ていてずっと変わらず本当に素敵だなと感じるのは、どんな時も動画を見てくださる方がどう感じるかっていうのを一番に考えて、そこから逃げずに真剣に向き合っていること、その思いがうまくは伝わらない時があるかもしれないけれど、その誠実さが、ニコちゃんなんだなっていつも思ってます、ありがとう。だからこれからもその気持ちを忘れずに自分を信じて突き進んでほしいなって思ってます。どんな決断をしても家族として、そして一番の仕事仲間として全力でサポートするから安心して突っ走ってください。改めてお誕生日おめでとう。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。本当にもうね、旦那さん那須名人にも本当にサポートしてもらって日々感謝だし、視聴者の皆さんにも本当にもう何度言ってもね、足りないぐらいありがとうございますという気持ちでいっぱいです、それではね、また来週、動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとう。好きそうだな。他の指輪とも合うでしょ。すごい合う。なんか今まで持ってなかったけど。うん